はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査して、まとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、私の考えでは、ネットバーン判事の判決は、リップル社にとって賞味のマイナスになります。リップル社の完全勝利の可能性を減らしたと考える人もいます。どうでしょうかということで、この方ですね、チャンネル登録者数25.7万人の、ブロックチェーンバッカーっていう YouTube チャンネルを運営している方になります。ジェレミーほとんどのオンライン報道がヒンマンの電子メールに焦点を当てて、リップルに対する裁定を無視していることに、気づきましたということですね。こちら、サラネットバーン判事じゃなくてアナリサ・トーレス判事ですね。おそらくちょっとそちらはね、間違えてるのかと思いますが、そちらのね、文章の方を引用してですね、コメントをされてます。で、内容の方がですね、こちらになります。1、SEC の申し立てをヒンマン演説文書に関しては却下し、その要求の残りについては承認すると。で、2、リップル社の収益と XRP の価格を関連づける言及については被告の申し立てを却下する。リップル社が XRP を上場させるために取引プラットフォームに提供した報酬額、リップル社の XRP 販売のうち投資家を対象とした商品販売と機関投資家向け販売のプログラムによる金額などですね。だから、1番じゃなくてね、2番に関してはこれはどういった意味をもたらしているんですかってみんな1番に注目しちゃってますよねということで、ジェレミー・ホーガン弁護士にですね、質問の方されてまして、で、ジェレミーさんですね、それについてですね、コメントされてまして、BCB さんこんにちはと。私は裁判官がどのように裁定するかについて命令書からは何も受け取ってはいませんと。ただ一つ注意点がありますと。この命令は私たちが見ることを許されているものについてのみ書かれていますと。で、ただ全ての証拠はすでに関連性があると判断されていますと。つまり彼女がここで関連性があると言っている事実は実際には何も読み取れないのですと。で今回ね、その却下されたものとかいろいろあるんですけども、その今回のものに関してまず関連性があるっていう前提をもとに、ただね、その再修正してね、皆さんに一般公開しなさいって言ってるものとかいろいろあるんですけども、それを各々がそれ自体がね関連しているのか、それとも一般公開されてないものの中で、裁判官がこれはね証拠として意味があると受け取っているのかどれかわからないので、一般公開されたとしてもそれについて、証拠がね言及されているって可能性はない可能性もあるということで、どれかっていうのはまだ分かりませんと。で、一つの警告と、ヒンマンの電子メールに関する彼女の議論から、判事は公正通知防御の問題について裁定していないように思いますと。で、公正通知の防御っていうのは何かと言いますと、SEC から事前にですね、何が、暗号通貨のね、何が違反であるか、何が違反でないかっていうのを公平に通知がなかったという、主張になります。ただ、これを切り札として出すときにはですね、公平に通知がなかったから証券となってしまったということになってしまう可能性があるということで懸念されているんですよね。だから最終的なところで持ってくるんではないかと、リップル社がね。ということを過去ですね、言及の方をされてます。で、それは、彼女がまだそこにたどり着いてないからかもしれませんが、通常それは最後に行われます。彼女が SEC の申し立てを認めないことを意味する可能性もありますと。つまり、裁判官は公正通知防御の問題を裁判に移行させる可能性があり、それはリップル社にとっては不利になりますと。なぜなら、公正通知防御の裁判をする唯一の理由は、リップル社が証券法第5条違反で負けた場合だからですということですね。先ほどもね、言いました通り、証券法第5条違反になって初めてですね公正通知がなかったんじゃないかっていう話になりますので、事実をね有価証券として認めてしまうことになるという形になりますので、それは最終的にね、提出されるべきではないかということですね。ただその公正通知に関してはまだですね裁判官は考え中かもしれませんと。で、これに関してですね、ビットルのアンバサダーであるクリプトウルフさんですね、SEC の暗号に対する規制の明確化でどれだけ混乱を招いたかを考えると、トーレス判事は簡単にリップルに公正通知の勝利を与えるだろうと私は思いますと。で、それについてジェレミー・ホーカーさんですね。リップル社は公正通知防御に関する略式判決を求めていなかったことを念頭に置いてくださいと。それは公正通知防御は陪審裁判で決定されるべきだというものだと。で、陪審制って何かと言いますと、陪審員がですね、裁判官から独立して事実の判断とそれに基づく有罪無罪を決定する制度でして、評決は原則して全員一致する必要があります。で、市民の選び方は
選挙人名簿からですね無造作に選ぶといったものになりまして、裁判官ではなくて陪審員に任せてですね、判決を下るっていうところに、移してですねその公正通知は判断されるんではないかと。で、これに対してですね、ビル・モーガンさん、弁護士デジタル資産愛好家のビルさんはですね、SEC は公正通知防御について略式判決を求めたと。で、もし裁判官が XRP の一部の販売が投資契約であると判断しても、公正な通知について SEC に略式判決を与えない場合、裁判官は公正通知防御を裁判にかけるしかないのか、陪審にかけるしかないのか、それとも、今すぐにリップル社に有利な公正通知防御を裁定できるのかということですね。だからね、もう一つとしてその公正通知っていうところが問題として残っておりますので、それについてですねどのように進んでいくかっていうのをねまた注目していくところはあるかと思います。はい、で続いてですね、こちら、5月18日ですね、封印解除を命じられた文書の公開時期についてお知らせしますと。6月6日は、昨日の判決から21日目ですということですね。弁護人兼、元連邦検察官のジェームズ・K. フィランさんがですね、同じようにまたいつも通りですね共有の方をしてくださいました。ヒンマンの電子メールがねもう一般公開されてしまうんですけども、それの大体の日付っていうのが大体6月6日になるんではないかと、それがね、共有の方をしてくださいまして、裁判所の、2022年12月9日の、オーダー命令によると、当事者は21日以内に封印の裁定に沿った要約判決文書の再編集版を一般に公開する必要があるので、逆算すると6月6日頃になるのではないかと SEC がね一般公開するんで、ヒンマンの電子文書をね。でジェリミー・ホーガンさんですね、ヒンマンメールはいつ見られるのか、フィランが答えを出した6月6日までですと、私は彼をいいねしましたということで、だから21日以内ということですので、6月6日以内にはねまたSEC のねヒンマン、電子メール文書が出る可能性があると。でヒンマン電子メール文書は何かと言いますと、過去ですね、ヒンマン氏 SEC のヒンマン氏がイーサリアムは有価証券ではないとですね、言ったことなどをですねのスピーチがですね、されてまして、そちらがその中にですねリップル社にとって重要なね証拠が隠れているんではないかっていうものでしてね、それが今編集された黒塗りされた状態で封印されてたんですけども、それをもう公開しなさいと裁判官が言っておりますので、それについてですねまたいろいろね一般公開されたら誰でも見るようになる、見ることができるようになりますので、出ましたら僕の方でも共有しますし、またいろいろそれに伴って意見の方がですね、いろいろ出てくるかと思いますので、それもね全部まとめて共有しようかと思います。はい、ここまでですね、直近の情報になります。で、僕の方はですね、リップル関連、SEC 関連、フレアネットワークス関連、ソルジェニック関連、コアリウム関連、イノシス関連、すべてですね、海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画の方もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画もですね、見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方にですね、僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か質問等ある方はですね、そちらの方からご連絡いただきましたら、僕の方でご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら LINE の方からお問い合わせいただければ僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。